チェンバーボーン、正式リリース。それでは正式リリース版始めるどう？まずは導入モッドのご説明。モッドセッティングスと FPP カメラだけ。使うのはビーバー一人称視点ができる FPP カメラだけ。正式版では設定の無限ズームにチェック入れることで、マップ全体を表示できる距離までズームアウト可能に。これで上空撮影したりビーバーのドアップがモッドなしでできるぜ。で正式版になったことで実績も追加されたので、まずはこの2つを目指す感じでやってきます。ラッシュビーバー、サイクル15終了前にワンダー建設。ってワンダーって意外と健在エグいぞ、いけんのか？究極カスタム難易度でサイクルをいじれば楽勝かと。それはさすがに興ざめなけん。てなわけで今回はノーマル難易度でチャレンジ。ハードじゃないのかよ。へたれ。まあノーマルでも15サイクルワンダーできるかはわからないので失敗したら笑って許して。おい。そしてワンダーしたらマップの全ての緑地化して、ビーバー500匹をゴール目標にするよ。ノーマル難易度ならそれはそこまで大変じゃないぜ。それでは正式版のビーバーの世界に、レーっちゃぼー。つかビーバー連打してないでさっさと行け。ビーバー5で話すな。でマップも色々手直しされたものや新しく追加されたものがある模様。今回は特殊なこの溢れた水をセンターアーク。いつもの水源とは違う水が染み渡ったエリアなるものがいくつかある模様。危険がいっぱいとも書いてあるけどまあなんとかなら適当だな。では難易度ノーマルで、スタート。開拓地名は溢れ出す煮汁。セクシーコマンド外伝、すごいよマサルさんの必殺技じゃねえか。もう30年近く前の漫画だぞ。今の若い子多分知らんぞ。てっへー。それではビーバーたちのご入場です。今回も街開発一緒に頑張っていこうな。まずは一番重要な水源チェック。この溢れ出る湧き水が今回の生命線。水圧に限界があるが、可能性は無限大だとさ。水圧の関係で水位が 0.8 までしか上がらない模様。さよか。そんな溢れ出す煮汁ポイントが8箇所あるみたい。煮汁って言うとお水みたいなイメージが。ああお水はお水で湧き水あってこれは見た感じ4箇所かな。こいつも水圧以上には出てこないようだが、緑地化するならそのうち対処しないとだな。で町の中心はここだから、当分はこの辺りで開発することになりそうだね。だな。そして近所の湧き水の隣に見知らぬ物体ありけり。なんだこの金属製の球体は。不安定なコア。必然的に爆発するだと。そうだよ3、ドカーンだよ。1と2はどこ行った？その次元爆弾のようなコアの近くには溢れ出してない水源。これはお水の湧き水らしいぞ。休止状態だけどこれもなんかのタイミングで動き出すのかな？かもしれんな。あとこの時は気づいてないけど周りにあるトゲトゲも新要素。撤去はできるがビーバーが怪我をする意地悪障害物。おっとこちらには軌道衛星っぽい何か。残地物、取り壊すことで科学ポイントが獲得できるってよ。800科学ポイント、これは積極的に取りに行きたいね。だな。こっちには望遠鏡のような残地物。これは200ポイントか。序盤は200でもありがたいよ。マップに一つしかなかったけどこのパラボラアンテナみたいなのは、3000科学ポイントもあるよ。
だがそれを巻き込む爆破範囲の不安定なコアが隣に、果たして爆発前に化学ポイントを取りに行けるかな？街の中心の近くに他にも見慣れぬ物体ありけり。地熱地帯、自然の動力源で適切な装置を使えば利用できるようだ。多分この地熱エンジンってのを使えば良さそうだね。丸太と板だけで作れて燃料なしで400馬力、こりゃかなり強い施設だ。これは積極的に開放したいね。ではマップも確認できたので、道を敷いて都市計画を策定開始。遠く離れた残地物の周りも道を敷き。天然林は自然と広がり後で道が敷けなくなって面倒なので事前に予防する、できるビーバーの知恵。そして道を敷いてたらまた見慣れぬ物体ありけり。汚水ドレーン、汚水器の間汚水を吐き出すとさ。旧バージョンでは悪潮だったけどリリース版では汚水器になったのね。これもどんな風に作用するかわからんが、何かしらの対策が必要になりそうだ。最初見逃してたトゲにもこの時認識。水源の周りにあって地味に邪魔。水の染み込みを防ぐって書いてあるから、これ撤去すれば有料も増えるかも？改めて確認したら汚水ドレーン結構たくさんあるね。目印つけとけ。あいよ。よし開発準備完了。まずはインフラを整えつつ、残地物の回収を急ぐぞ。これらが全部回収できれば、研究しなくても結構な量の施設がアンロックできそうだぜ。オラー全裸の身分、準備はいいか。労働時間18時間でキリキリ働けー。初手から残業指示20時間にするか迷って、2時間減らすくらいには良心のあるのがうちのレイムさんだ。広いマップだから20時間だと多分家に帰れません。それでは施設の建設を開始。まずは木こりの起点をホイホイホイ。丸太がなければ何も始まらぬ。水汲みポンプは F で反転させればいい感じに2機収まるね。まずは1機。おっと忘れる前に残地物の撤去指示と。フォークテールの種族は空き家がないと増えないのでロッジも建てなきゃ。でも水や食料が先なので優先度は低めで指示。水を溜めるタンクはポンプの隣で。運ぶのが、楽？内容物もしっかり水にチェック。でベリーを採取するための採集車の起点と中くらいの倉庫を用意。最初は不人気食品ベリーが、ビーバーたちの生命線。さあビーバーたちよ、この何もない大地にビーバーの楽園を築くのだー。やっと開発の始まりだぜ。ワンダー目標まで15サイクル、効率よくちゃっちゃと開発建設だよー。初日にポンプとタンクが無事完成。ベリーの採取も始まった。当分はこれでやってけるぜ。ご覧ください。貴重なビーバーの寝顔の映像でございます。あらかわいい。子供ビーバーも野宿で熟睡。安心して寝れる環境を早めに整えてやりたいぜ。翌日丸太置き場と板置き場のための大きな物資置き場を建設開始。でその前に農場建てなきゃ。天然のベリーを食べ尽くしたらそこで試合終了です。木こりを増し増し。丸太がなくて何もできねえ。建設作業員も一旦伐採手伝って。結果即日農場完成。とりあえず収穫が早い人参を育てよう。上終わり次第次の作物も指示してくよ。ああ、残地物撤去終わってる。撮影を忘れた残念なビーバーのんなわけで科学ポイント200ゲットしたので、必ず必要となる階段と足場をアンローク。だがどちらも建設には板が必要。なので板を作る製材所も建設開始。動力は安定の回し車。湧き水だと川の流れがないから水車とか無理。湧き水の意外な弱点。1日かけてなんとか完成。稼働は明日からだな。家も着実に建設中。野宿があと4匹、これが完成すれば繁殖してビーバー増加傾向になるぜ。人参の作付けが終わった。ひまわりとじゃがいもも作るぞー。ひまわりは直で食えて楽、じゃがいもは焼けば大量にグリルドポテトが作れるぜ。脱野宿でビーバーの幸福度アップ。幸福度を上げればビーバーたちの作業速度も上がる。積極的にビーバーたちを幸せにしてやろうな。5日目早朝、板4枚完成したので最初の階段を建設。この下の盆地には多くが生えてるから、これ伐採してもっと板を量産だぜ。翌日は人参じゃがいも用に倉庫を増築。ひまわりは少量しか作ってないから、大きな倉庫はなしで早いもん勝ちね。人気食品。近所の森が消滅したか。夜中にやるなよミニキーだろ。さあ1000円。こっそりアンロックしてた森版の詰め所建設開始。近場の木を刈り尽くす前に植林を進めるのだ。一応追加のタンクを増築しましょ。難易度ノーマルだがこの池深さが1しかねえから、ちょっと干ばつでの蒸発が心配なんだよな。翌日がっつり多くを植林。多く1本で8個丸太が取れる効率最高の木。でも成長が一番遅く30日。これが育つまでは周囲に遠征して丸太をゲットだー。おー。ビーバーの幸福度アップのためキャンプファイヤーを設置。
さらに低木も近くに置くことで同時に美意識を高める。これができるビーバーの仕事。回し車で汗水垂らして作った板で、残地物の回収に向かうぞー。序盤は数枚の板を集めるのすら一苦労だぜ。ひまわりの種の収穫が始まったので専用の小さい倉庫を設置。もっとたくさん作ってやりたいが土地がねえんだわ。ビーバー増加に備えてポンプ兼成立。すでにしれっと6匹増えてます。ウオーハンマーでぶったたいて科学を生み出せー。科学とは程遠い研究方法で草。科学ポイント200ゲット。やったぜ。盆地にあったオークが終了。そういえば瓦礫は放置すると崩壊する仕様になった模様。消滅したらもったいないから回収優先度を上げてたようだぜ。あと選択して取り壊しで切り株が撤去できるようになりました。おお、これは地味に便利な機能だ。やっべ気がついたら食料ゼロじゃん。農家さん、収穫を優先してやってくれ。みんながガリッガリになっちまうぜ。伐採遠征。こうして地道な開拓は続く。丸太を求め道を切り開きつつ、残地物の回収も同時にやるぞー。これは良い800ポイントの残地物。腹ペコでも頑張るビーバー。かわいそう。じゃがいもの在庫も少しある。焼くためにグリルを作るどう？完成まで耐えれるかな？予想外だったけど丸太置き場がいっぱいになったので、追加で物資置き場を建設。お前がガリガリになるまでビーバー酷使したからだ。余った丸太でロッジを、建てまし。ビーバーよ、梅よ増やせよ地に道よ。板の在庫に少し余裕があったので、さっきゲットした科学ポイントで屋根開放。ロッジのサイズにぴったりな 2×2、これでさらにビーバーの幸福度アップだぜ。食料危機ではあったけど、とりあえず犠牲者なくなんとかやってけてるね。しかしそんなビーバーたちの街についにあれがやってきた。干ばつが来たぞー。いやリリース版では柑橘って表記になってるぞ。これは下り。水貯水量は足りてないけど、池の水があるから多分楽勝だぜ。ダムすら作れぬこのマップ、ハードでやったらやばかったかも。タンクに組みまくるしかなさそうでやばそう。そんな歓喜の仲間ったりキャンプファイヤーを楽しむビーバー。幸福度が12到達。どうしたそこのお前。前歯が欠けたってよ。伐採でやっちゃったかな？急ぎハトギ装置を設置するのだ。おうトイドル、火花みたいなの飛び散ってるけど大丈夫か？あれよ誰です。汚ねえな。開発者さんのライブで聞いたけどビーバーの歯って、鉄が含まれてるらしいよ。そうなん？アイアンティースの語源になったみたい。ビーバー豆知識。お前、暇そうやなぁ。こら暇そうだからっていじってやるなよ。じゃここに森版の詰め所建設して、栗と追加のベリーを植えましょ。栗もベリーも採集者が集めるから、一箇所にまとめとくのが賢いビーバー。人工衛星っぽい残地物を撤去。科学ポイント、800ゲットだぜ。序盤の800はかなり嬉しい。そして残地物があったこの場所、爆発するコアが2つも。どう見ても汚水が溢れ出るわな。余裕ができたら堤防とかで塞いだ方が良さそうだ。だな。さてお次はこの壁を登って、こっちの残地物を目指そうかねー。こりゃ板がたくさん必要になりそうだ。南側にもあるからまあやるっちゃあるめー。てなわけで足場のダブルとトリプルをアンローク。シングルを重ねても同じことはできるが、使う板の枚数が少し減る細かい節約術。こんな感じでおなしゃーす。板の在庫が足りてない、当分は作っては運びの自転車送用になりそうだ。そんな建材不足に困ってる時だけど、建設作業員の小屋もアンロック。ビーバー増えて3匹無職いるし、暇ビーバーの職場だな。残地物撤去のために設置した階段を撤去して、板を回収じゃあ。でも階段作るのに必要な板は4枚、回収できるのは3枚で1枚損なんだよな。まあしゃあなし。いのー、ちの水。池の水、枯れることなく最初の換気を無事クリアだぜ。では1サイクルだけだけど今回はここまで、最後に少し街の様子を見てきましょ。しれっと生産開始してるグリルや、板不足解消のために日々走り続ける村の英雄。彼がいないと製材所は稼働すらできない影の功労者。そんな彼の走りを高みの見物する森版の詰め所のビーバー。植林も終わって暇そうにしてる、そのうち別の職場に連れてかれそう。食料危機をなんとか乗り切ってくれた農家さんの仕事を邪魔するガキ。こら、子供ビーバーをガキ呼ばわりすな。さあ声援。では面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。15サイクル内にエンドコンテンツ、ワンダー建設を目標に掲げるレイム。果たしてビーバーたちはその偉業を達成することができるのか？
続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。